ウィスカーウッド。なかなか進まない石切港の移転にやきもきしつつも本丸の外壁工事など頑張った我らがネッツ。完成した超巨大倉庫には大量の魚を準備、徴税人の口に生魚をねじ込み今回も開発頑張るぞー。まずは完成した新石切港の担当を割り当て、全員細かく社宅も指定。ネズミに住む場所の自由はない、職場に近い場所に住め。見た目も綺麗にしてエレベーターも完備。充実した福利厚生、だが娯楽施設はない。社宅が石切港だけで全部埋まっちゃったので、隣に似たような感じで建てましたてましい。アーチで繋いで二の丸城壁へのアクセスを確保。戦う気満々の設計。利便性謎にの次よ。こんな感じにデコデコしてみました。1階の作りは若干違うが、上からはシンメトリーに見えてそれなりにまとまったぜ。最後はプラットフォームを使って調整っと。細かい気配り。こんな感じになりそうろー。住宅12軒建設、これは少し時間がかかるかもしれんな。櫓の方の住宅が結構できてたのでお次はこっちを進めるぞー。このままじゃただのマンションだ。では2階層目に壁を立てて、有事の際の射撃スペースを作ります。登るはしごがありません。仲間の屍を踏み台に上に登れ。怖えよ。腹が減った時用のよくわからない草と水と弾薬を設置。その草食うところまで追い詰められてたらもう負けだろ。もう少し進めたかったけど社宅建設に建材を使うので取りここまで。無償で使える装飾だけで我慢。こんな感じになりそうろー。家の壁部分の石の質感とマッチして、なんとなく戦えそうな風貌になってきた。二の丸石切り爆角に移動用にネズミ大砲を設置中。職場の上に移動させて何させるんだ？上に食堂を建設して仕事終わりに飯直行させるつもり。なーる。で食堂の前に公衆浴場を2軒建設。一つで良さそうな気もするが、人員を必要とする施設でもないからいいか。水道管用オン。サザンクロストンネルから引っ張ってあった水道管を壁の中を通しきれいに配管。でも浴場近くは配管が目立っちゃったので、切り石を置いて隠しましょ。こだわり出すと止まらない細かい装飾。その結果アーチとかも乗せて、なんかちょっとしたモニュメントになりました。最初はガラガラだった二の丸がだいぶ賑やかになってきたぜ。石切り港で使うロープと機械を近くの収納にお取り寄せ設定。この手の物資も近くにあると助かるよな。肥料もりもりの広大な茶畑、お茶取れすぎたので休校に変更。短期間ですでに328、倉庫もまだ準備してないのに多すぎだ。てなわけで茶の焙煎所も急遽建設開始。少しだが汚染を出す施設なので、作業効率とか気にせずひっそり紅葉区端に置かれた。資材の生産待ちで暇だったので、植林灯をちょっとだけ総称置く。だいぶ綺麗に整地されたが農場の整理は放置するダメっ子レイム。とんがり山周辺の埋め立て地、元の砂浜の砂が気に入らないので掘ることにしました。石の道を敷いて掘らないところをマーキング、こういうまめな作業はちゃんとやるのな。こんな感じになりそうろー。土地は余ってるけどここも整地終わったらいい畑になりそうだ。こら助手、お茶の生産上限超えてたぞ。女子こと知識階級の応答派、そういやここで働いてたな。特権階級と生きるなら回し車送りにするぞ。出入り口の前に投入口を作ったつもりが、一マスずれてたのず。どうやら釣り埠頭の外窓をドアと見間違えた間抜け。さてコンベアーも繋いだので追加の人員配置っと。乱獲して魚で納税だぜ。おっといかん、研究選択忘れてた。高級厨房が気になるけど残り少ないし左から埋めてきましょ。現状生活できちまってるし、欲しいのは取得済みだからあとはおまけみたいなもんだな。雨織工房、糸の生産が遅れてるぞ。残業して生産量を増やせー。残業心がお怒りじゃ。まあ前回旗織増築して布増産したから糸足りなくなっただけだけどね。布は余裕あるから服がなくなる心配は少ないな。最悪自前の毛皮で頑張れ。おい。石切り郊外移転後少し生産量落ちてたけど無事復活して他もまあまあだね。当分建築完成を待つ感じになりそうだ。地下坑道が長くなりすぎて通勤大変そうだったので、初代キノコ農場周りを掘ることにしました。というかこの地下坑道、どこまで伸ばしていいのやら。多分今の先端の採掘地本当突っ切って海の下になってるぜ。そんなわけで新しい採掘現場から出た鉱石だけを工業区に送るため、超巨大倉庫増地へ行く。また板が足りないのに建設依頼出しやがって。じゃ製材所の上も丸太倉庫だから目の前に追加の製材所建てるよ。無理やり増築の割に作業立地はいいとこあったな。
鉱物倉庫へ続くコンベアーをサザンクロストンネルから接続を置く、あと茶の焙煎所が完成してるね。見習い1人と学識保有が1人配属できる模様。農業ギルドで学識ある子を用意しなきゃ。茶人求む。ぐぬぬぬ、黄金が目の前にあるのに。建設で浪費してほとんど渡せるものがないのに、無理やり金地金2本をゲットする視線度。倉庫に空きがある今がチャンス。微妙に気に入ってて残してた互い違い式スライドを撤去だ。撤去したものって適当に倉庫に入れられるから、余裕ないとギッチギチになっちまうぜ。食堂で俊敏な動きでワンオペしてるジョーの兄貴、お久しぶりです。明日から二の丸食堂に転勤をなしゃーす。この島の花形業務である石切港には優先的にジョーの兄貴の絶品料理を味わう権利をやろう。超巨大倉庫の建設には板がたくさん必要。今こそこの野ざらし保管の板を使うとき。貯めてた板を開放だ。で回収時に丸太も増えて1500、高さ20ぐらいにしてここに保管じゃ。せこ技であっという間に倉庫の丸太が1000本海の上に移動した。へいお待ち、魚と金地金と在庫の雨。安定納税。旧区画の石切港も少し動かし、1日で約200の切り石の生産に成功。いい感じのペースで建材確保できてそうだ。銅の置き場所が足りない？ならタンクにしちゃえばいいじゃない。でもそれ板も8枚使うんだわ。板不足が地味に辛い。長くなりすぎた坑道のコンベアーや線路を見直し中。長くなるたびにコンベアー伸ばすのは手間がかかるぜ。通勤も大変そうなので雪の列車には加速器つけてあげましょ。でも帰宅時は加速器は使わせないケチ。こっそりやってた学校での教育が終わり、お茶マイスター藤高が焙煎所所長に就任しました。元気っ子エベレモとの2人体制でのお茶提供が始まった。さて追加の社宅建設も終わり石材もそこそこ溜まった。それではこの中途半端な櫓を完成させるぞおー。この3階層はちゃんとネズミたちが防衛配置につけるようにしっかり通路を完備するぞ。使われることは多分ないのに無駄にこだわる匠。二の丸の門の上と繋いだので、櫓が陥落した時も二の丸までの交代ができます。交代して兵をまとめ直す作戦かな？もちろん3層目にも矢玉を完備、物資補給中にやられないように壁で保護しています。細かい。最上階の4層目は主に物見櫓としての機能を想定、長時間常駐する駐屯兵の休憩所です。駐屯兵。ここへのアクセスはエレベーターしかないので、破壊され取り残されても耐えれるように物資は多めです。休憩所がちょびっと豪華だ。こんな感じになりそうろ中身スカスカだった時は心配だったけど、こうして完成してみるとそれなりに強そうに見えるぜ。要所にはアーチ構造を取り入れてるから、それなりに耐久力もあると思うよ。二の丸食堂前に収納を作って街灯置き場を設けて、湯上がりにすぐ着替えできるようにしようと思いふと気づく。そもそも公衆浴場の配管が繋がってないと、安定のやらかし水道管がここまで来てるなら噴水もええやと牽制越。理由が適当だな。まあ噴水は景観に使うには配管面倒だけどさ。そして通路部分もランプをつけたりと装飾を置く。夜間若干暗かった場内が見違える明るさになった。これで夜道も安心だね。お次はここに二の丸櫓を建てるぞ。まだ櫓いるのか？三の丸の城壁に取り付く敵を横矢で倒す想定です。細かい。兵士たちがたくさん住めるようにぎっちり家を建ててその周囲を囲うように石材で補強。合計24軒、これだけで48人住めるな。これはちょっとでかすぎるかも。このサイズでさらに上に伸ばしたら、まだ作ってない本丸をさらにでかくしないとだぞ。しゃあないこれはボツで小さく作りましょ。だな。改めてサイズを半分にして二の丸櫓の建設を開始。今度は住宅サイズに合わせるのではなく、アーチのサイズに合わせて住宅をはめ込む作戦。狭くて家が配置しづらい。3軒を縦に積んだだけなので18人しか住めない。階段の設置場所も確保できそうにないのでエレベーターでご利用しした。通勤ラッシュ時には仲良く使ってね。階層ごとに分けて設置したから多少はマシかな？こんな感じになりそうろしれっと噴水をはめ込んだのがこの櫓のこだわり。なおその隣のエレベーターの真ん中のシャフトの建設忘れに気づいた君の洞察力は多分コナン君並みだ。なんてこった。でもまあ中の家が完成すればちゃんと櫓になりそう。紅葉区の汚染がえらいことになってる。超大型倉庫も作れるようになったしここもそのうち再開発したいな。汚染度 100% の場所まである。もう煙がひどすぎて何がどうなってるか見えねえぜ。でもお茶の配布なども始まり意外と参道は余裕。地獄のような環境でもたくましく生きるネズミであった。収納が完成したので街灯のお取り寄せ設定と、
飯風呂着替えの綺麗な動線。鈴鉱脈現場の進捗報告。この層が掘り終われば真っ平らだぜ。お城建設を急ぐため高速建築の政策を採用してたけど、少し食料が減り気味なのでおがくず飯に変更。まあ毎回バカみたいに徴税人に魚投げつけてるのが原因。二の丸櫓の家部分が完成したので総称多く。家のてっぺんには悪ふざけでにゃんこ像が置かれております。こんな感じになりそうろ。お天気はあいにくの激しい雨。晴れればもう少し綺麗に見えるかな。二の丸櫓が完成してふと思い出す。だいぶ前から服飾関連、三の丸に移設しようとしてた件。おい。てなわけで服飾関連移設開始。糸を作る雨織工房を積んで6軒建設。建物周りを石で覆って装飾する工法を採用。蒸気エンジン2機も挟んでこうなりました。これ完成した糸の保管場所どうすんだ？ここにエレベーターを設置して、床下部分にたくさん超巨大倉庫を建設するつもりだよ。ほうほう。まあ目の前に旗織工房を建てるから、旗織担当が直接糸取りに来るのがベストだね。糸は生産制限で制御してるけど、ケチらず大容量の収納で作るどう？綺麗にエレベーター横にシンデレラフィット。でこっちには糸を布にする旗織工房発見ね。なお蒸気エンジンスペースを開け忘れている。ここで気づいた君、洞察力が天才的だ。は？うちのレイムさんはすでに長時間プレイで脳がドロドロな模様。旗織工房の下には完成した布を格納するための倉庫を建設。搬入方法はコンベアー、1階と2階があるけどスライドをうまく使いました。でもこれ後で全部解体するぜ。布をコンベアー化したら糸もコンベアー化したくなったので、こちらも投入口を設置。お気に入りの互い違いスライド工法。でコンベアーが邪魔で倉庫が置けなくなると嫌なので用途は決めてないけど倉庫設置。もう板の在庫が足りてねえぜ。そして糸の保管する倉庫にコンベアー接続を置く。足場だらけの混沌とした作業現場。こりゃ稼働したら絶対どっかで詰まるやつだ。お次は布を仕立てた街灯にするための仕立て屋さんを用意。やっと街灯になる施設まで来た。パズルみたいにくっつけて蒸気エンジン1台で5件を接続。側面と下を使えばあと2件エンジンつなげそう。まあ仕立てや5件もあれば十分でしょ。糸生産の原料の雨の倉庫を忘れ、追加で仕立て屋の隣に建ててるのず。一番最初の工程すっ飛ばすおバカ、雨織工房までの移動距離が少し伸びた。で2階の作業者が1階まで取りに行かなきゃなので階段周りも整理。雨織と旗織で建物の高さが違うから、地味に高さ合わせが難しい。さてそろそろ蒸気管の配管にも着手しますか。床下のカオス空間に美しく収めるのだ。うわー。うるせえ叫ぶな。旗織工房に蒸気エンジン付け忘れたこうしてがっつりやらかしたことに気づいたレイムであった。ここまでリアルで1時間もかかったのに自爆した怒りのエネルギーをやる気に変換して、もう一回作り直しだ。ネズミどもの生活はどうでもいいが、城建設だけは妥協できんのじゃこらこら。そうして作り直しエンジンをねじ込んだけど、配管が難しく妥協して2マスの通路を1枚ひっぺがした。結局妥協してんじゃねえか。これはこれ、それはそれ、心に棚を作れだよ。適当だな。コンベアーも作り直しの影響か、前回より複雑な感じになっております。技術向上でうまく作れるようになったが、メンテナンス性は最悪になってそう。ではメンテしやすいように案内板に文字打ってやろうじゃないの。そして案内板の上に表示される布の文字、だって正直すまんかった。しれっと消し去りなかったことにした。やっと仕立て屋の建設まで戻ってこれた。今度は蒸気エンジン漏れはなしであります。そして仕立てた街灯を保管する倉庫周りを整えてたら、ついに切石の在庫が終了。建設前に資材枯渇させてどうすんだよ。しゃあない綺麗な石の床も気に入ってたけど背に腹は変えられん。撤去して回収じゃ。やっててよかった野ざらし在庫。切り石の回収ついでに、初期から使ってたこの階段周りも見直ししましょ。小さい収納がずらっと並んでた頃の名残で残ってたやつ、本人ももうどうなってるかよくわからず放置されて退散。整理はできたけど見た目がダサい階段になりました。地面を掘って蒸気管を地中化したりやろうと思えば綺麗にできそうだが手間が半端ねえぜ。です。資源を手に入れサイド3の丸の工事へ、ここプラットフォーム設置すれば綺麗にもう一軒収まりそう。だが建てる予定の施設はない。忘れる前にマーキングです。細かい装飾を重ねだんだんと完成に近づいてきたよ。この世界ランプの輝きが綺麗だから、ついたくさん設置しちゃうぜ。
そして山の倉庫あるならその上でロープを作って、その隣で漁網も作れば効率ええやんと思うもやっぱやめたのず。なんでだよ。いや左側の階段ごちゃごちゃしてるし、綺麗な二の丸の壁も隠れちゃうので。謎のこだわり。そして作り直したのがこちらであります。これで3の丸の左側がほぼ全部埋まったぜ。こんな感じになりそうろー。このクルは内で糸と布と街灯、あとロープに漁網の生産か、たくさんの施設が集約されたな。世は満足である。これだけ作ればそりゃそうだ、ちょっとした狂気の沙汰だ。密輸業者さんごめんなしゃい。すみません、うちのアホが売り物全部使っちまったので、今回は1本分だけしか用意できてません。一番品質のいい部分の金をください。おい。さあ土砂降りだろうと関係ねえ、ネズミどもキリキリ働けー。遠目で見ると美しいお城の中で、今日もネズミたちは過酷な労働を強いられていた。原料搬入のコンベア付け忘れてた一番大事なところじゃねえか。糸かなし。ロープと漁網用の装甲中型から改め小型にして、無理やり設置することになりました。せっかく中型倉庫が綺麗に収まってたのにやっつけ仕事で修正された。で山を運ぶラインはこんな感じでビャーっと設置しました。お城の床下部分を通して、畑の方まで一直線。そしてお茶生産型で栽培を停止していた畑をきれいに区切って、ここで山を栽培します。道沿いにはフェンスの代わりに草を植えた。これはフェイクグリーンなので養分は吸いません。マジで？板の在庫が減ってきた、最後の虎の子解放じゃあ。これで野ざらし保管の板も打ち止めだぜ。そして蒸気関連も整備して無事山農園の準備も完了。かなりの大規模工事になりそうだが、あとはネズミたちの建設完了を待つだけだぜ。燃え尽き症候群で石の流れるコンベアを眺める。どうでもいいけどなんか動きがガタガタしてるな。この辺と塊に石が消滅してそう。だな。徴税人が来たぞー。はいはいいつものお魚と金地金ね。あれ？密輸業者と交換してないのに金地金410もあるじゃねえか。金鉱石を溶かして金地金にしてるから金あんだわ。やるじゃねえかさすが四川度。石鹸の研究が終わったので香辛料栽培を開始。残りの研究は8つ。学校での食料訓練を終えたネズミたちを釣り埠頭に配置。徴税用の魚の乱獲体制強化完了。そして激動の8日間が終わった。今回の動画、わずか8日の出来事でした。では8日しか進んでないけど尺が長くなったので、3の丸服飾工業区を建設するネッツを眺めつつ今回はここまで。がっつりミスったけどちゃんと作り直してようやったと思っていただけたら、グッドボタンよろしくお願いいたします。報われます。スカスカだった3の丸内部も建設が始まり賑やかになったネッツ。次回はどんな開発を進めるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。